このカメラめっちゃ可愛くて遊べます。こんにちは、トバログです。今回はですね、このカメラ新しく発売されたばっかりのインスタ 360GO ウルトラっていうめっちゃ遊べるカメラについて紹介していこうと思います。このカメラ一見すると普通のアクションカメラみたいなんですけど、実はカメラモジュール部分が取り外せて、このカメラだけで動画が撮影できるんですよ。本当に自分視点の気軽な Vlog はもちろん、自転車に取り付けてみたり、あと水中で撮影してみたりね、はたまた子供にくっつけて子供視点の映像を撮ったりと、めっちゃ遊べるカメラなんですね。今回はそんな Go ウルトラ実際にどういう風に使えるの、どんなシーンで活用できるのみたいなところをこの動画では紹介していこうと思います。それでは早速行ってみましょう。はい、というわけでこちらがインスタ 360GO ウルトラです。いいですね。インスタ 360GO シリーズって個人的にはやっぱこのカラーがすごく好きなんですよね。前にも紹介した Go3S もホワイトを基調としていて、結構カメラ機材って真っ黒なものが多いんですが、こんな感じで白で使えるっていうところがすごく嬉しい印象です。こちらは前にもね紹介をしているインスタ 360GO3S の上位モデルという位置づけです。Go ウルトラ具体的に何が違うのかっていうと、スペックをねこんな感じで比較するとこういう違いがあります。まずやっぱり大きい違いとしてはセンサーサイズですね。さっき紹介した通り、こちら前のねこの Go3S と比べて2倍近くの大きなセンサーを搭載しているので、より暗所に強くなって街撮りとか室内の Vlog とかでもノイズが乗りにくくなったっていうのが一つ大きいポイントみたいです。実際にどのぐらいの差があるかっていうのは後半の方で比較していきたいんですけども、まずそのセンサーサイズがすごく大きなポイントです。それに伴ってボディのサイズと重さもね結構変わってきていますね。この辺が撮影にどう影響していくかが個人的には楽しみです。でもう一つ大きな違いとしてはストレージですね。 Go3S は内蔵型のストレージなんですけども、 Go ウルトラはGo ウルトラはマイクロ SD に対応していて、このカメラモジュール側にねマイクロ SD を挿して、これで収録することができます。結構 YouTube とか長回しをするような動画とかだといちいち転送せずにこのカードを入れ替えるだけでねずっと撮影ができるので、その辺は個人的には嬉しいポイントです。でもう一つスペック上の大きな違いとしてはバッテリー持ちですね。これまでこのカメラ部分単体だと、Go3S だと38分間高焦で撮影ができる形なんですが、 Go ウルトラだと単体でも70分、倍近くの収録ができる状態です。でこのアクションポット側にもねバッテリーが内蔵されていて、 Go3S は140分間撮影できたのに対して Go ウルトラは200分撮影ができます。かなりね長時間長回しができて、実際にこれ持ち出して撮影した時もかなりバッテリーは残っていた形だったので、その辺1日の Vlog を撮るってなると嬉しいですね。 Go シリーズだとバッテリーがねどうしても内蔵型になってしまって交換ができないんですよ。なんですけど、結構バッテリー持ちが良くなったっていうのと、あと Go ウルトラに関しては急速充電かなりの速度に対応していて、0% から 80% まで12分で充電ができるっていうところで、ちょっと休憩している間にすぐに撮影が始められるような形になるので、そこはそんなに不便じゃないのかなと思います。大きな違いとしてはそんなところですかね。個人的にはやっぱセンサーサイズがね大きくなったことでどのぐらい綺麗に撮れるかっていうのがすごく気になるところです。こちら後半で紹介していきます。続いては同梱しているアクセサリーもさらっと紹介しようと思います。これ単体で購入したとしてもいくつかねアクセサリーがついていて、これはクリップですね。 Go ウルトラの場合後ろ側がマグセーフみたいにマグネットでガチッと強力にくっつくようになっていて、このねクリップに内蔵されたマグネットとバチッとくっつけることで、こんな風にこの何か帽子とかそういう服とかそういうのにね挟んで使えるクリップが同梱されています。でもう一つ Go3S の時にもすごく重宝したんですが、これを胸元につけるペンダント型のストラップですね。
こんな感じでバチッとマグネットで固定することで本当にねパワフルに本体を固定してくれます。これは主に一人称視点を撮るための、モジュールとなっていて、服と服の間にこんな感じで固定することで全然ね普通のカメラよりも目立たず旅の Vlog とか自分の手元とかが撮れるっていうので、これはねやっぱり GO シリーズの要みたいなストラップですね。ペンダントで、もう一つこれは取り外しができるストラップですね。こんな感じでカメラモジュールにはストラップホールがあるので、こうやって通すことでこれで落として、壊しそうなもんなんですが、それをね未然に防いでくれるっていう、こういうアクセサリー類が今回導入されていました。そんな感じですかね。ちょっといろいろ話してみたんですけど、実際に持ち出して使わないことには全然使い勝手がわからないっていうところで、いろいろとちょっと Vlog みたいなのを撮っていこうと思います。はい、ちょっと今日はこんな感じで Vlog 撮ってみようと思います。今日はですね、2ヶ月に1回の歯医者さんがあったので、中目黒とかの辺りに来てるんですけど、こっちに来たらいつもだいたい代官山の蔦屋とかいろいろ行くところがあるので、それをこのインスタ3605ウルトラ使って撮っていきたいなと思います。やっぱこのサイズ感で気軽にこう手に隠しつつ撮れるっていうのは結構 Vlog とか街中で撮ると恥ずかしいんで、めちゃくちゃいいポイントです。これは胸のところにこの磁石のマグネットペンダントスタンドがあるので、このマウントとかにこうガチッとねくっつけちゃえば全然目立たない。録画もほんとワンタッチでできるから気軽にねこれだけ持ち出して撮れるっていうのは楽です。この取り回しは圧倒的に GO ウルトラシリーズいいんですよね。さすがの公園も暑すぎて人がいませんね。ちなみにアクションポットがあるとこんな感じで今どういう絵なのかとかをここで見ることができて、これが結構楽です。このカメラ単体で撮ってるとどういう絵なのかがわからないんですが、これでね画面を確認しながらこう撮ることで、今こんな感じかなみたいな、そういうのがね撮りやすいですね。これとか磁石でくっつくんで、例えばねこういう標識のところとかにでこういう感じの動画も気軽に撮れますね。はい、いいわ。アイデア次第でいろんな絵が撮れるっていうのが結構このカメラ魅力です。暑いな。これを超えるかお昼ご飯どうするか迷う。はい、ちょっとお昼ご飯まで時間があるので、今日はシグマ BF 久しぶりに外に出れたので、これでなんか簡単に街撮りスナップみたいなのを撮っていこうかなと思います。いや、いいわ。色がやっぱいい。意外と時間があるか。とりあえず一旦カフェに行くマン。はい、モノグラフと合流。これで撮るか。それつけてるやん。もうつけるっしょ。今これだから。今界隈全員これ。全員これつけてる。マイク Bluetooth で繋いでるそれ。繋いでない。それ何のマイク？やばい、これさっき撮影してたから。やば。はい、今は夜景をちょっとピュアショットとこっちと普通のモードで撮ってみています。こういう暗所だとやっぱ
1.28 分の1センサーを搭載する5ウルトラは強いんじゃないでしょうか。自撮りですね。これがまあなんかプレビューだとそんな綺麗に見えないし、すごいノイズが乗ってる感じがするんで、実際どうなんだろうっていう感じなんですけど、こういう感じで今は撮れています。お疲れ様です。堀口君って家で料理しないって言ってたけど、ありがとうございます。なんかそういうやつだった気がするこれ。はい、今日は今からちょっとトランポリンの方に行ってこようと思います。こんな感じで今はスティッキーマウントっていうのを使ってナビの空いてるベゼル部分に貼っつけてね、動画を撮ってます。結構いい感じじゃないですか、この画角。車載 Vlog とかも全然こう邪魔にならない画角でね、撮影できるのがすごくいいです。で、あとエアコンすごい焚いてるんですけど、多分音とかもそんなに気にならずにクリアに聞こえてるんじゃないかなと思います。生え生えてないしね。今日は天気も良くていいわ。到着。ママ何ちゅう、これ大好きなんだよ。あ、これか。うん、やろうやトランポ。じゃあせーの。よいしょ。せーの。何もしてない。今ちょっとだけ最後忘れたけど。あ、もうそろ行かなきゃだない。はい、という感じでこの Go ウルトラでいろいろなシーン Vlog 撮ってみました。やっぱいいですね。このサイズ感だからこそ結構撮れる映像もあるし、何よりね、このサイズなのに映像も音も結構綺麗で驚きですね。手ブレも全然しないし、アクロバットなシーンとかも結構ね、このアクションポットの映像を見ながら楽しく撮ることができたと思います。はい、続いてやっぱり気になるのが Go3S と Go ウルトラどのぐらい違うのっていうところですね。センサーサイズがだいぶ変わったっていうのは話したと思うんですが、それによってディティール感とか暗所のノイズ感だったり、あと手ブレ補正とかね、その辺どうなってるのかちょっとチェックしていこうと思います。はい、まずはディティールのチェックです。センサーサイズが倍ぐらい違うので、どのぐらいねこの見え方とか映像の質感が異なってくるのかがちょっと気になっています。こういう岩肌のこの感じとかは結構センサーで違うんじゃないかなっていう。はい、まずはディティールのチェックです。こういう岩肌のこの感じとかは結構センサーで違うんじゃないかなっていう。はい、まずはディティールのチェックです。こういう岩肌のこの感じとかは結構センサーで違うんじゃないかなっていう。どのぐらいねこの見え方とか映像の質感が異なってくるのかがちょっと気になっています。はい、続いては手ブレ補正チェックです。こっちが Go3S でこっちが Go ウルトラ。センサーサイズ違うのでモードもね若干違うんですよね。まずは普通に歩いてみるんですが、結構インスタ360シリーズは手ブレ補正がすごい効くので、ブレ感はそんなにないんじゃないかなと思います。こんな感じ。ちょっと走ってみます。 Go ウルトラは設定がこうまでなんですけど、 Go3S は設定が最大までできるっていうところでちょっとね違いがあるかも。よしよし
よしよしよしはい、こんな感じ。じゃあちょっと手持ちでも走りますよ。よし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 。波が波打ち際です。一応手ブレ補正チェックです。走るぞ。よし、これが設定が切れているバージョン。はい、手ブレ補正標準。よしよしよし。はい、手ブレ補正こうです。これはね、ランニングとかちょっと動きがあるものには強いんですが、若干クロップされます。いくぞ。暑っ。はい、今は夜景をちょっとピュアショットとこっちと普通のモードで撮ってみています。こういう暗所だとやっぱ 1.28 分の1センサーを搭載するGOウルトラは強いんじゃないでしょうか。こういうのでもいいかも。なんかプレビューだとでも GO3S の方が綺麗そう。こういうのでもいいかも。なんかプレビューだとでも GO3S の方が綺麗そう。こういうのでもいいかも。なんかプレビューだとでも GO3S の方が綺麗そう。自撮りですね、これが。まあなんかプレビューだとそんな綺麗に見えないし、すごいノイズが乗ってる感じがするんで、実際どうなんだろうっていう自撮りですね、これが。まあなんかプレビューだとそんな綺麗に見えないし、すごいノイズが乗ってる感じがするんで、実際どうなんだろうっていう自撮りですね、これが。まあなんかプレビューだとそんな綺麗に見えないし、すごいノイズが乗ってる感じがするんで、実際どうなんだろうっていう。はい、今はピュアビデオで撮っています。どんな感じだろう。画面上は別に画質の違いはないんですけど、綺麗に撮れてるんですかね。はい、今はピュアビデオで撮っています。どんな感じだろう。画面上は別に画質の違いはないんですけど、綺麗に撮れてるんですかね。はい、今は通常モードで撮影しています。ちょっとノイズ感が目立つ感じはあるんですけど、実際にどうでしょうか。割とでも綺麗なのかな。はい、続いてはオーディオモードのチェックです。今は自動的に入っている風切り音低減モードをオンにしています。かなりね、風切り音もそうなんですが、かなり波の音が強いので、実際どのぐらい音に差があるかちょっと気になりますね。次はスポーツ風切り音低減モードです。多分ね、自転車に乗ったりすごくね走ったりとかするような環境で、ちゃんと音のねこういうノイズを消してくれるっていうモードですね。今は波の音だからあんまり聞いてないかもしれない。後で聞いてみる。はい、続いては音声強調モードですね。これによってこういう波の音とかが激しいような場所でも声をしっかりと聞き取りやすくしてくれているんじゃないかなと思います。はい、次はステレオモードですね。環境音を取ったりとか、なんか左右でバラバラの音を聞かせたい時とかにすごくいいやつ。波とかの方がいいんじゃない？波の音が立体的に聞こえると思います。やばい。はい、続いては内蔵マイクじゃなくて、この Bluetooth マイクを使って喋っています。これによってちょっと離れたとしても同じ一定の音量で音が聞こえるんじゃないかなって感じですね。ちょっと離れてみようと思います。多分ね10メートルぐらい音が聞こえるんじゃないかなと思うんですが、今このぐらいちょっと遠くまで離れていても割とさっきと同じような音で声が聞こえてるんじゃないかなって思います。どこまで届くんだろう。はい、こんな感じですね。あんまりアクションカムでこういうの使わないと思うんですが、スポーツで人に教えてるところの動画を撮りたい人とか、あとちょっと離れながらもうこういうちっちゃいカメラでインタビューとか撮りたいとか、そういう用途だとすごく
こういうのはね使えるっていうのはありがたい。はい、今は映像モード標準で撮影しています。割と自然じゃない？色の感じ。はい、今はグローっていう上から色をのせるための映像で撮影しています。個人的にはこれでこんな感じで自分の好きな色をのせて、使うことが多いかなっていうところ。あとは自撮りモード、自撮りが綺麗に映るらしい。自撮り。はい、次はビビット的なモード。ちょっとね色がコントラスト高く鮮やかになるかなっていう印象です。次はヴィンテージっていうモードで若干やっぱレトロっぽい色味に仕上がってるかもですね。こんな感じですね。はい、映画モードですね。ちょっとシックな感じで色が割と浅めというかコントラストが低めに出るのかなみたいな。はい、これはナイトモードで夜撮る時のモードみたいです。全然色が普通の感じです。ちょっと夜じゃないと分かんないかもな、こればっかりは。はい、個人的に一番好きな色味アーバンです。なんかティール&オレンジ的な雰囲気でちょっとね色が浅めなんだけど青とかがかなりこう強調して出るような感じの色味。はい、続いてモード設定ですね。今アクション広角でやってるんですが、アクション広角だと若干この水平線が歪む感じがわかると思います。はい、次はメガ広角です。よりねこの歪みをちょっと抑えめにしつつだけどすごく広角で撮影できるっていうモードですね。このぐらいの歪みの違いがあるかなと。ウルトラもメガと同じぐらい広角なんですが歪み補正が若干ねちょっと広めに映るっていう感じですかね。こういう丸く映したい時とか Vlog でよりこうね手を映しながら広く見せるとかそういう時に適しています。はい、一番 Vlog としては使いやすいと思うんですがデワープっていうモードですね。若干クロップをすることによって普通のなんか広角すぎないカメラで撮っているのと近いような感じで普通にね自然な画角でこう Vlog を撮ることができますね。街中とかをこうやって歩くならすごくいいモード、一番多分使うかもしれない。はい、続いてライナーというモードで全く歪みが出なくなるっていうすごい補正モードです。これによってこのね水平線分かりますか？全く歪んでないの。ここまで来ても歪んでないっていうこれをねリアルタイムで処理してくれるやつですね。本当に街歩き Vlog とかさっきのデワープよりはね距離は近い感じになるんですがそういう時に歪ませたくない時に使うっていう感じ。はい、というわけで実際にこのインスタ360 ウルトラ1ヶ月ぐらい使ってみたのでちょっと感想を紹介しようと思います。まずやっぱね何より筐体が可愛い。やっぱ個人的に好きな白っていうところもそうなんですけどなんかこうサイズ感的にもねこのコロンとした丸っこい感じ的にも毎日持ち歩きたくなる筐体のデザインっていうところが結構いいなと思います。でかつサイズ的にもこのオレンジ色の部分をポッて取り外すだけですごく小さなカメラになるので本当に威圧感がなく日常でも Vlog 撮りやすいっていうのがすごく嬉しかったですね。特にあと僕の場合子供がいて大きいカメラとかだとちょっとねそっちのカメラに集中力持ってかれちゃうんですがこのカメラだったらね服に自然につけておいたりなんか見えないような場所にねちょっと固定しておくとかですごく自然な笑顔を引き出せるのでその点もやっぱりねすごく特徴的ユニークなカメラだなと思っています。であとね意外とセンサーサイズこれ倍ぐらいになってるんですけど、日中のねセンサーサイズの違いみたいなのそこまで感じてなくてあれ意外と立体感とか解像感そこまでないのかなと思ってたんですが、暗所とかそういう場所だとねものすごく進化を発揮していて特に室内とかって意外と暗いのでノイズ乗りやすいんですけどそういう場所でもね割と明るく撮れたりあとは特に夜景ですよね。夜景もすごくね明るく綺麗に映るし何よりこう手に持った時の手ぶれが全然感じなかったっていうのが結構これ実
際に編集してみて驚いたポイントですね。日常の Vlog 撮るときって意外と炎天下で明るい場所ってそんなに多くないので、室内とかあとはね暗い場所でも綺麗に撮りたいってなると Go Ultra は結構ね選ぶ理由の一つになるんじゃないかなと思います。あとは個人的な意見なんですけど Go3S よりも音質がなんかすごいクリアな印象もありましたね。この辺は結構使ってみて感じた驚きポイントです。あと若干気になる点としては結構インスタ360シリーズ全体にそうなんですけど、割とね、映像の色の味付けがスマートフォンで見るためにね結構特化されているので、この辺よく言えば、僕みたいに結構ね動画編集ツールを使って色をね追い込みたいみたいな、色をいろいろいじってみたいっていう人向けにもう一段フラットなモードがあると嬉しいなっていう感じがします。あとはもう一つ気になる点としては、実際にね撮影している時にちょっとプレビューが粗めな感じがしますね。ちょっとカクついたりコマ落ちみたいなのが結構ねあったので、結構撮っててあれこれちゃんと撮れてるかなって不安になったけど、パソコンとかに映してみたらすごく綺麗に撮れてたみたいなことが結構あったので、この辺はねぜひアップデートで改善していってほしいなと思います。あとはね純粋にマウントの規格をね全部統一してほしいですね。はいっていうところで今回はインスタ360 Go Ultra の動画をいろいろ撮ってみました。本当にスペックとしてはセンサーサイズが上がったとかマイクロ SD が使えるようになったとかいろいろあると思うんですけど、単純に人の笑顔とかをすごく自然に引き出せるカメラだと思うので、本当に日常を自然に切り取りたい人にはすごくおすすめの Vlog カメラだなと思います。子供とかペットとか乗り物に乗せるとかであれば Go3S もすごくいいんですが、やっぱりね暗所だったりちょっと暗めの場所でもくっきり撮りたいっていうシーンだと Go Ultra すごく向いていますね。はいっていうところで今回の動画終わりにしようと思います。トバログではこの動画の他にも Go3S のねレビュー動画だったりその他いろいろな動画レビューしているのでぜひチェックしてみてください。そして気に入っていただけたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。というわけで次の動画でお会いしましょう。トバログでした。